皆さんこんにちは。レジン大好きこうやみです。今日はリクエストの多かったコーティングの仕方を共有します。コーティングする方法はいくつもあるのですが、今回はその中でも一番簡単でかつ面倒な道具のいらないコーティング方法を共有します。綺麗にコーティングするだけで作品のクオリティがぐっと高くなるので、ぜひ最後までご覧になって真似してみてください。それでは特別な道具は必要ないコーティングの仕方始まります。今回はセリアのアクセサリー金具、ヘア金具を使って作品を作っていきます。ちなみにこちらのヘア金具は髪飾りではなくてマフラーなどのクリップとして使うことをおすすめします。この上にレジンを乗せると結構重さが出てしまうので、髪につけると負担になるので気をつけてください。まずはこちらのヘア金具に何でもいいのでシリコンモールドを挟んで土台に固定した時に土台に対して金具が平行になるようにします。斜めのまま作業を進めるとレジンが垂れてくるので気をつけてください。朝食カップに透明のレジン液を入れます。混ぜ合わせることができたら気泡が抜けるまで放置します。気泡が抜けてきたらヘア金具の上にレジン液をのせます。今回かなり濃く着色したので薄くレジン液を伸ばし広げます。レジンライトで固めていきます。固めることができたらもう一度レジン液を重ねます。うっすらと底の金具が透けているので、この透け感がなくなるまでレジン液を重ねます。レジンライトで固めていきます。透け感がなくなるまでレジン液を重ねることができたら模様を描いていきます。デザインを作ることができたら透明のレジン液を重ねて表面を平らにします。レジンライトで固めていきます。固めてくることができました。で、この時に固める時間が大事になってくるのですが、コーティングする前は通常の効果時間より短い時間ライトを照射します。効果時間を短くすることで表面が完全に固まらなくなります。完全に固めてしまうと表面がツルツルになってこの後のせるコーティング剤が乗りにくくなるので、コーティングする前は完全硬化はさせずに半硬化させましょう。ただ表面を触った時に中が未硬化すぎて気泡ができてしまうという状態の場合はコーティングすることができないので、その場合はもうちょっと固めてあげてください。で、表面にベタつきが残る程度で固めることができたら
お好きなレジン液を用意してください。このレジン液でコーティングしていきます。この時一つだけ注意点があって、こちらのコーティングしていくレジン液は固めた後につるっと仕上がるものをご用意ください。もっと分かりやすく言うと、固まった後にベタつきが残るものは使わないでください。コーティング作業に移ります。表面に透明のレジン液をのせます。縁から2ミリほど内側までレジン液を伸ばし広げます。2ミリ縁を残してレジン液を伸ばし広げることができてから、全面にレジン液を伸ばし広げます。一気に全面にレジン液を伸ばし広げるとレジン液がこぼれやすいので気をつけてください。全面にレジン液を伸ばし広げることができました。コーティングレジン液ではなくて、通常のレジン液でコーティングする場合、あまり薄く伸ばし広げると硬化不良を起こすので、ある程度厚みを持たせます。具体的に言うと1ミリくらい厚みを持たせてあげれば硬化不良を起こしにくくなります。全面に伸ばし広げたらレジンライトで固めてくるのですが、固める前に塗り残しがないかよくよくチェックします。いろんな角度から光を当ててあげると塗り残しを見つけやすいです。レジンライトで固めてきます。固めることができたら完成です。コーティングをしたことで美しいツヤが生まれました。レジンを仕上げるときに特別な道具も必要なく、ぐっと美しい作品を作ることができるので、コーティング用レジンやその他のコーティング剤を買おうか悩んでいる方は、まずは手持ちのレジンでコーティングすることにチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。